皆さん、こんにちは。北所太郎です。今回は YV105 とですね、画面にも先ほど出てましたけれども、こちら A1X4 というね、Zoom のマルチエフェクター、こちらを使ってですね、オクターバー、ベースラインについてですね、ご紹介をしていきたいなと思います。皆さん、オクターバーで、ベースライン弾いてみようかなと思ったことありませんか？なくても、この動画ご覧ください。一回ね、ちょっとじゃあ弾いてみたいと思いますね。音だけ、お聞かせしましょう。もうね、画面上、どういうセッティングかっていうのはもうご覧いただけるように、Zoom のギターラボというソフトですね。今、パソコンの、モニターが映っているという状況になります。まず最初にですね、バイオリン・ドゥ・ピエゾというね、いわゆるピックアップマイクのそのピエゾの、なんていうんですかね、影響を軽くするというか、どうしても楽器に貼り付いているマイク、ピエゾとかはですね、ちょっとなんていうのかな、パキパキしやすいというか、コンデンサーマイクとかでね、エアーで撮ってるマイクありますけど、ああいうマイクとはちょっと違って、平面的になるので、そういうところのパキパキ感をちょっとなくすというか、平面的なところをなくして、よりアコースティックのエアーの音をですね、取ってるような、そういう効果がある。これも要するに EQ の一種なんですけどもね、この値、DEPZ というね、ここをですね、上げていくと、その、影響をどんどんその強くしていくと。今だから6ぐらい、かなりちょっと強い状態で。で、その中でも EQ ちょっと2.0、ローの方をちょっと高くしています。でさらに、パライコですね。パライコっていうのは特定の周波数のところを、上げ下げするという。これなので125ということなんで、低線の、いわゆる5弦バイオリンの一番ローの部分、そちらをちょっとブーストしているという感じになりますね。で、またもう1個、パライコこれ2個、いわゆる2つの帯域を特定して、125と500っていうのね、500、アー線からちょっと上の方、A 線に関して、ところの方を、またちょっとブーストしているという段階でありますね。これでまずある程度の、アコースティック感のある、音を整えておいて、ポリオクターブダウンというね、ここがオクターバーになるんですけれども、これを使って、変化をさせているということになります。で、まずここまでいきましょうかね。じゃあ、ピエゾなしで一回弾いてみましょうか。で、ピエゾなしで弾いた後に、ピエゾの、これですね、バイオリンピエゾ。これをオフの後、オンにして弾いてみたいと思います。はい、ということで、皆さん、お聞きいただいたと思いますが、このピエゾのですね、エフェクトが入っていることによって、ちょっともちろんボリューム感もそうなんですけれども、前に出てくる感覚、特にハイ成分も含めてなんですけどもね、輪郭がしっかり出るっていう感じすると思います。でですね、続いてなんですが、続いては、このオクターバーのですね、説明をしていきたいと思いますよ。でね、カラーはアコースティックとこれ、ノーマルっていうのがあるんですけども、アコースティックを僕は選んでおります。で、ウェットとドライっていうのがここの、今回のですね、ちょっとしたその、ポイントでございまして、どういうことかというとですね、ウェットっていうのはオクターブ下、原音に対してオクターブ下がどれぐらいの割合なのか。そしてドライっていうのはですね、そのまま原音がどれぐらい出るのかっていうのを表しております。で、例えばですね、これ、まず、一度ですけれども、この
ドライをですね、0にしたやつ、ちょっと聞いてみましょう。そうすると、かなりもう、要するに原音は出ないという、オクターブ下の音域しか出ませんので、いわゆる、5弦バイオリンでいくと、ビオラのオクターブ下なんで、チェロの音域までが、最低音までが出るということになります。これちょっと一回やってみましょう。聞いてみましょう。はい、ということでですね、今聞いていただきましたけれども、ポリオクターブ、これね、かなりオクターバーとしてはかなり性能のいいオクターバーなんですよね。で、スピード感も悪くないですしね、そのオクターブ下のね、に変換をするっていう、大体こういうのって時間がかかったりとかしてですね、タイムラグが生まれてしまったりするんですけれども、かなり早い、反応の仕方だと思います。だけどちょっとやっぱりなんていうかな、原音がなしになると、ちょっと芯がなくなる感じがするので、ちょっと上げてみてですね、40ぐらいにね、さっき戻して、原音を40にした状態で、改めて聞いていただければと思います。はい、ということでですね、こんな感じになりますね。やっぱり聞いていただいたらわかると思うんですけどもね、今みたいな、内容で、音がしっかり、残った状態、原音が残っていると音程感というのも出るわけですよ。なので、倍音の成分っていうよりかは、ちょっとした輪郭のために、ドライ音もある程度残しておくっていうのが、僕の、この音作りのポイントですね。そして、最後、オクターバーのね、音を使って、ある程度、またさらに音色をですね、粒立ちですね、を良くするのをコンプレッサーですね。これでかけているんですけど、コンプレッサーまずなしの状態とありの状態、今度聞き分けていただければと思います。もう一回じゃあ、なしとありでいきたいと思います。はい、こんな感じになりますね。これもかなり粒立ちが良くなって、発音もはっきりする感じですかね。コンプかかるですね、ものを大きくすればするほど、これセンスですね、感度ですね。これは上げていくのか下げていくのか。僕今6ぐらいにとどめていますけどもね。粒立ちを良くするための、このコンプレッサー、ここに、かけてるっていうのもポイントだと思うんですね。僕はこの順番をですね、最初の方に持ってきてもいいのかなっていう感じなんですけど、オクターバーに関してはですね、この位置の方が、なんか最後終的な、なんていうの、まとまりにはいいのかなっていう感じがしますね。この順番をね、例えばこういうところに変えてみたりとか、ここっていうのはあんまないかな。変えてみることもできるんですね。これギターラボのいいところでね、これそのままドラッグアンドドロップすると場所が変えられたりするんでね、すごいいいですよね。で、最終的にはドライプレート、リバーブですね。これをかけて、整えているということになります。これがあるのとないのとでは大違いなので、まずはじゃあなしのところからありに
オクターバーの音がいいと言っても、サステインですね。音の伸び、響きっていうのをちょっと最後足してあげるということで、ドライプレートを入れてですね、減衰していく時間とかね、長さですね、ディケイドとかで調節をして、今はミックスが50でディケイが25ぐらいになっていますね。ということで、今回はですね、YEV105 を使ってですね、A1X4、こちらのオクターバーの音作りについて、ご紹介してきました。皆さんですね、それぞれもちろんセッティングが違ったりとかもするかもしれないんですけれども、今日はですね、YEV からこちら、はい、リレー G10 というね、今回、ワイヤレスマイクを、挿して、そこから、A1X4 につないで、一つ DI ですね。DI をかまして、その後にミキサーにつないでいるという状況ですね。ミキサーは Zoom のライブトラック L8 という、ものになります。これがですね、僕の、オクターバーの、セッティングになります。ぜひですね、皆さんお試しいただければと